はい、どうもです。今回はですね、こちら、アマクチビっていう魚ですね。で、これ漁師の人にね、もらったんですけど、もうかなりね、珍しい魚らしくて、もう今まで漁師やってきて初めて見たみたいなことを皆さん言ってて、種類で言うとハマフエフキに近い魚ですね。皆さんピンとこないと思うんですけど、タマンとかね、呼ばれてる魚です。それではね、観察していきましょう。いや、この魚ね、めちゃくちゃ綺麗ですよね。もう特にヒレが全部ね、こんな感じで綺麗なオレンジ色してて、もう背びれとかもね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。こんな感じで。特にね、尻尾がすごい真っ赤。もうね、お腹がパンパンですね。しかもね、これ空気じゃないですよ。すっごい硬い。これはね、卵じゃないかな。でね、ちなみに、僕ね、これ網あげを手伝ってたんですけど、バラフエダイだって最初思ったんですね。そのバラフエダイっていうのは、シガテラ毒にめちゃくちゃ当たりやすいって言われてる魚で、もったいないんですけどね。かかっても食べれないよね、みたいな魚なんですけど、で、めちゃくちゃ似てるんですけど、ちょっと違うなと思って、で、ちなみに、そのバラフエダイが属してるフエダイ科の魚、特にフエダイはめちゃくちゃうまくて、それに近い味がするんじゃないかなと思って、すっごい楽しみだったんですけど、ちょっと種類離れてますね。とはいえ、多分これはめちゃくちゃうまいと思う。ということで、さばいていきましょう。じゃあまずはね、鱗を落としていこう。意外と取りやすい。めちゃくちゃ取りやすい。本当はね、バリバリってやりたいんですけど、めっちゃ鱗飛ぶんで、もうじわじわやっていきます。鱗を落とすときはね、この包丁入れるラインを特に重点的に取っとかないと、鱗で包丁が滑って手切ったりしますね。腹パンパンだな。これが内臓脂肪だったら最高なんだけどね。いや、やっぱキッチンでさばけるってめっちゃいいね。サブちゃん見てない人は何のことやらわかんないと思うんですけど、このキッチンね、僕が作ったんですよ。2ヶ月ぐらいかかったね。2ヶ月越しのキッチンで最初のお客さんがこいつっていうね。はい、それではお腹の中をね、見てみましょうか。胃袋系な気がする。硬いから。これが内臓脂肪だったら、今から炭火焼きにする。内臓脂肪濃いよ。内臓脂肪の色が見えた。この切り方したのに内臓傷つけちゃったんだけど、このね、真ん中をね、スッと通せばいいんだよ。はい、スッと通りました。内臓脂肪入ってる。何食ってんのこの魚。おっと、心臓潰したか。待って内臓脂肪じゃん。やばい。これは炭火焼き決定ですね。久しぶりに内臓脂肪見た。こっちの海ってさ、暑いからさ、魚が内臓脂肪食べないんだよね。珍しい、これは。とりあえず内臓を取り出していこう。すげえ。これ白子じゃないですからね。内臓脂肪ですから。お腹硬い、胃袋絶対入ってるとかね、自信満々に言ってたんですけど、腹骨がしっかりしてるだけだわ。取った後でも硬いもん。よし、頭を落とそうか。胸びれの後ろからスッと入れていきます。で、反対側も同様にやっていきます。切っていきます。で、ここで背びれの骨がね、ビーって繋がってるんで、こう勢いで落としていきます。落ちました。で、背骨はね、この三徳包丁で立つと刃が欠けるんでねじります。はい、さあ血を落としていこう。じゃあね、3枚におろしていきましょうか。もう身がぎっしりやね、これ。うわー、絶対うまいよこれ。じゃあ包丁入れていきます。背中側も入れていきましょう。これ切れるか。買った無理だね。ハサミで切ってもいいんですけど、こういう時は軽くテコの原理を使ってあげながら。硬いね。じゃあ反対側もね、行きましょうね。
いやー、やっぱヒレが綺麗だね、これは。よし、腹骨落としていこう。ちょっと見割れがひどいね。やばいな、油。で、腹膜がちょっと残ってるんですけど、これも臭いんで取っていきます。めっちゃ大トロじゃん、これ。中骨を落とす。分厚みだね。縁側の脂がすごいもん。もう手がギトギトや。はい。いや、歯いかつ。巨神兵みたい。バカいかついんだけど、歯。やば。うわ、噛まれたらやばいぞ。はい、じゃあね、割っていきましょう。このね、前歯の間に入れます。これは硬いな。よっしゃ、外れた。オープン。おお、口の中が赤いね。アジア胡椒ダイみたい。じゃあ下顎も外していきましょう。うわ、なんか食ってんじゃん。うわ、人で食ってる。うわー、こいつ悪食か。臭いんじゃない。レバーがあればな、楽なんだけどな。多分みんなどういう状況って思ってると思うからひっくり返してみたけど、こんな感じになってますね。この下のラインだけまだ外してないっていう。よし、でエラも外していきましょう。もうこの状態だとね、すごい楽に引きちぎれるんで。エラちっちゃ。洗っていきます。血があると臭いんでね。ここが脳みそですね。油だからね、ギトギトしてますよ。いやー、綺麗になった。これはね、焼いていきましょう。で、そう、島で大根のつまを入手するのは結構難しくて、もうね、大根のつまを作るやつをね、買ってしまいました。本当はね、最初にね、これとは別で6000円のやつをね、買ってたんですよ。刃の、その、細かさが 1.5 ミリのやつ買ったんですね。そしたら、この刃だけ来て、刃だけで6000円みたいな。で、よくよく調べたら、20何万かする大根つま切りの刃の部分だったんですね。ちょっとしたぼったくりみたいになったんですけど、そう、みんなもね、だから気をつけた方がいいと思う。絶対買う機会ないと思うけど、ちょっとどんなもんか出してみるか。いって、うわ、トゲがあった。危ねえじゃん、これ。これ大げさでしょ。指4本一気に切れる包丁なんてないよ。全部関節当てんだよ。ここに刃があるんだね。なるほど、なるほど。とりあえず大根切ろっか。なんか説明書読んだ感じ、皮むかなくていいっぽいけど。どうだろう。うお、めっちゃ簡単。回していくだけでしょ。待って待って待って、すごい。すげえ。ちょっと太いな。最後にこれが残るんだ。これは食うしかないね。めちゃくちゃ甘い。2回戦。ちょっと案件みたいになったね。全然案件じゃないんだけどね。めっちゃいいじゃないですか。これは感動。ちょっと食べよう。これが初の自家製つまですよ。これは記念して食おう。普通魚つまむよね。調子乗った味なしで食ったんだけど、普通にしんどかった。せめて味がいる。もう油の塊じゃん、これ。ちょっとでかいんで、これは半分ぐらいにした方が良さそうですね。いや、ここも半端ないね。はい、そしたら炭火を作っていきましょう。だいぶ錆びたな。
よーし、じゃあ塩振っていこう。やば、めっちゃいい匂い。おー、いいね。やば、めっちゃ焦げた。最悪。それではいただきます。いやー、ちょっとね、だいぶ焦げたけど多分全然許容範囲だと思う。ほろほろだな。身がトロホロトロトロで脂も乗ってて、なかなかにコンディションのいい魚なんですけど、ただ独特の匂いがありますね。あんまりみんな好きじゃないと思う。なんかもう生臭いとかじゃなくって変な匂いとかもね、脂が乗りすぎててもう口の中でとろけるんですよ。そう言うとめっちゃうまそうに聞こえるかもしれないんですけど、口の中でとろけすぎて逆に食感的に物足りない気がした。こんだけとろけるんだったらもっと油の旨味が来てほしい、俺的にはね。こんなこと言ったら贅沢かもしれないですけど、そのとろける身質に旨味が見合ってない感じがしたね。なんかそんなにって感じ。刺身いただきます。の脂大トロの部位ですね。いや、刺身うまいわ。食感も結構いいし、油の旨味と魚の旨味もあってなかなかにいい。はい、ごちそうさまでした。ということでですね、今回は新しいキッチンでの初めての魚、甘口火をね、お迎えしたんですけども、期待値がね、もうめちゃくちゃ俺の中で高かったから、ちょっとなんか、酷評になっちゃったんですけども、悪くない魚ぐらいかな。10段階で言えば6ぐらい。あとね、なんかね、胃袋の中から人手が出てきた魚って今んとこ 100% 俺の中で臭いんですけど、なんかそういう相関関係があるのかなとかちょっと思ってるんですけど、どうなんでしょうといったところで、今回は動画を終わらせていただきます。それでは。